こんにちは、村雲です。今回の動画はですね、車のステッカーについてですね、今ぐっと寄っていってるんですけど、これスーパラのところのフロントガラスに貼られてるこのシール、点検整備の証明シールなんですけれども、これ目立ちますよね。で、私結構シンプルなものっていうものが好きで、あまり華美な装飾っていうのは好きじゃないんですね。で、こういう私の乗ってるグレーの、スープラのところにこういう奇抜なオレンジ色シールって貼られてるのが嫌なので剥がしたいと思ったんですけれども、そもそも剥がしていいのか、それとも剥がしてもダメなのかっていうのを今回この動画の中で紹介するのと、あとは実際に私がやっている剥がし方っていうのを合わせて紹介できればいいかなというふうに思っております。はい、まずは車検証のステッカーですね。結論から先に申し上げますと、これは剥がしてはダメです。これの目的としましては、当たり前ですけれども、車検をちゃんと受けていますよっていうところの証明になっていて、場所としては基本的にフロントガラスに貼りなさいというふうになっています。で、これ結構罰則厳しくてですね、これ貼ってない場合は50万円以下の罰金に処されるっていう風になっておりまして、これ結構貼ってないとまずいですね。で、ディーラーとかガソスタの場合だと、営業の方が貼ってくれるかなと思うんですけれども、ユーザー車検とかに入られていて自分で受けられている場合とかは、貼り忘れないようにっていうところが、注意事項として挙げられます。これは、剥がせないです。今回も剥がしません。続いて車庫証明シールです。こちらはですね、車両の、車庫証明を取った際に、もらえるシールになっておりまして、この車は、車両を置く場所がありますよっていったことを証明することが目的となっています。で、このシールに関しましては貼り付ける場所も指定されてまして、リアガラスに貼りなさいよっていう風になっております。で、このシールなんですけれども、基本的に貼り付けっていうのは義務付けられています。ですけれども、その貼り付けていなかった時の罰則の規定が特に定められていないそうなので、ちょっとこれはグレーなところになってしまいます。なので、貼り付けなければいけないんだけど、貼り付けていなくても罰則がないというところで、かなりグレーなところになりますので、こちらを剥がすかどうか、もしくは貼るか貼らないかっていうところは、自己責任で判断いただければいいかなと思います。基本的には貼っておいた方がいいとは思うんですけれども。はい。続いて燃費シールになります。こちらに関しては剥がしていただいても特に問題はありません。もともと国家減税等々の恩恵を受けられるかどうかっていう証明度貼られているだけでありますので、剥がしたからといってそういったペナルティがある、減税の影響を受けられないようなペナルティがあるということはありませんので、剥がしていただいては問題ないかなというふうに思います。私も以前スープラに関してはもともと対象ではないので貼られてはなかったんですけれども、マーク X 乗っていた時は貼られていて、納車してすぐに剥がしましたね。最後に定期転換ステッカーです。こちらに関しましては結論から申し上げますと、剥がしたとしても特にペナルティ等々はありませんので、剥がしても問題ありません。もともとこのシールに関しましては、いつ定期点検を受けたのかであったり、またいつ次の定期点検はいつ受けるべきなのかっていった微暴録的な役割を示しているだけですので、剥がしても問題ありません。これに貼ってないからといって、例えば車検が受けれなくなるとかそういうことはありませんので、はい、剥がそうかなというふうに思っています。で、冒頭私がこのステッカーに言及したように、この後このステッカーを実際に剥がすときに私がどういった作業を行っているかっていうのを合わせて紹介できればなというふうに思っております。はい、というわけで DIY のためにステッカー剥がしを買ってきました。イエローハットで買いました。で、このステッカー剥がしの使い方としましては、まずは液を使ってシール部ののりを緩めていって、でしばらく待った後にヘラで剥がすという風になっています。お見せした通り液とヘラっていうのがセットで付属していますので、これ1個だけで完結できるっていうのがいいかなというふうに思いまして、これを買ってきました。はい、で作業を開始したんですけれども、これフロントガラスの内側にこのシールが貼ってあってですね、で液を投げようと思っても重力的なところで全然液が出なくてですね、最初これ直接塗るっていうのは諦めました。はい、で実際直接塗るのは難しかったので、今画像のようにですね、ヘラの上に液体を垂らしてですね、でこれをステッカーのところまで持っていって塗るということをやりましたね。ちょっと効率はすごく悪くなってしまったんですけど、この方法しかないかなというふうに思いまして、これでやりました。これでも一応濡れてるは濡れてるので、問題ないかなと思います。はい。こんな感じで地味な作業ですけれども、塗りたくりましたね。はい。そんな感じでさっきの作業を何回も繰り返すことによって全体的に、ちょっと外側の縁のところに若干液体が残ってるのが見えるかなと思いますけれども、こんな感じで満遍なく塗りたくりましたね。はい。ここからしばらく待ちます。
はい、それでは剥がしていきます。ちょっと地味な作業なので、これ2倍速でお送りします。こんな感じで、端っこのところにヘラを突っ込んでいくと、こんな感じで、糊が剥がされているので、結構ピリピリという風にめくれていってくれます。ちょっと若干、滑ってますけれども、はい、こんな感じでめくっていきます。はい、ちょっと一部残ったとしてもですね、こんな感じでコシコシやるとですね、取れていきますので、問題はないかなと思って、ただこれ、ちょっと若干私の場合、これちょっと乗りすぎたからっていうのがあって、シール自体が脆くなってしまっていて、剥がしにくかったという、途中でですね、こんな感じで途中で破れてしまうということがちょくちょくあったんですけれども、そうは言っても跡が残るということはないので、はい、一旦これで剥がした後にもう一回こんな感じでやっていくことによって、はい、見ていただいたら特に糊とかは残らずに、剥がしてるかなっていう、剥がしてるのが見て、お分かりになるかなというふうに思います。はい、こんな感じですね。これ、ちょっとごめんね。ですね、これ片手で左手で作成しながらなんで、ちょっと手元が見てなくてですね、ちょっとまどろっこしい動きになってるのがご了承ください。はい、これで、まだ残ってますね。まだ残ってて、こんな感じで、はい。一応ヘラで結構コシコシやってるんですけど、プラスチックのヘラなので、長ガラスのところに傷つくこともないので、そこはご安心ください。で、こんな感じで最後はタオルで拭き取って、ちょっとそこ残ってたんで、ガーッとやると、だって取れましたね。最後仕上げですね。最後仕上げでやると、はい、こんな感じでスッキリしました。はい、作業としてはこんな感じです。今終了です。はい、こちら完成状態になります。こんな感じで糊とか残っていないのが見てお分かりになるかなと思います。で、こんな感じでぐーっと引いていくと、冒頭にあったようなオレンジ色のシールがなくなったことで、シンプルになって、私としては非常に満足できたかなというふうに思います。で、こんな感じで剥がしていいシール、いけないシールっていうのはもちろんあるんですけれども、剥がすこと自体は先ほどご紹介した方法でやると、非常に気軽にできますので、ぜひトライしてみていただければいいかなというふうに思います。すみません、あくまでも自己責任でよろしくお願いします。今回の動画の内容は以上となります。この動画がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録の方よろしくお願いします。モチベーションにつながります。それでは、ご視聴ありがとうございました。以上です。